はい、こんにちは。小豆島の漁師浜湯です。ようやくね、サーラも一段落ついて暖かくなってきたということで、今回はですね、瀬戸内海の高級魚のキジハタをね狙ってちょっとカッター網を仕掛けてみようかと思いますので、行ってみましょう。レッツゴー。まあといってもすでに網は仕掛けてるんで、別撮りなんですが、一旦振りします。バイバイ。朝目覚めるたびにというわけで、港の方にやってきました。ライフジャケットを装着していきましょう。なんかきついな。どれ太ったかな。まあでも大丈夫、まだまだ若いんで、きっと痩せれます。そう信じましょう。そしたら船の方にやってきました。すでに1枚網を積んであるんですが、もう1枚ですね、こちらの動画で30万円の網をやってみた結果みたいなやつでやったその網でございます。それを船に積み込んでいきましょう。きっとね、キジハタとかカレイとか取るのにちょうどいい目合いって言って網の目のサイズなので、まあいいかなと思って積み込みました。2枚体制でやっていきます。次は大きな船に乗り込んで、こちら家庭用じゃないわ、業務用のガスバーナーを用意して、こちらのホースをまず炙っていきます。これね、刺さってたんですけど、ちょっと訳あって抜きました。それを炙ってホースを柔らかくして、このエアストーンに差し込んで冷めたら抜けません。それじゃあブクブクのあれを入れて、海の中にブクブク入れていきましょう。これで酸素が出るので魚が酸欠する心配はありません。じゃあエンジンをかけて、船の表を外して、船の友も外して、バックに入れて、ゴスタンっていうのかな、アスタン、ゴスタン、パワーを上げていきます。回転が上がってますね。じゃあ GoPro を口に加えて出航していきましょう。さあポイントに到着しました。ポイントに到着したら目印となる受けを入れて、端の重りも入れて、船をバックで網を入れていきます。で1枚目の網入れが完了しました。グッド、バイバイ。たくさんかかってください。じゃあまたポイントを移動して2枚目の網も同じように入れていきます。で2枚目の網入れも完了して帰ってきました。じゃあお家の方に帰りましょう。というわけで網やりが終了しました。今日一日置いといて、晩なって朝なって網をね繰りたいと思います。たくさんかかってるといいですね。というわけで、あとは酒飲んで寝ます。おやすみ。おはようございます。さあ起きよう。それでは港の方にやってきました。長靴を履いてライフジャケットを装着で、カッパも履いて、それじゃあ沖に向かっていきましょう。カバンを背負って行きます。当然 GoPro も加えていきましょう。もうなんか髪切って角刈りみたいになってますね。それではエンジンをかけていよいよ出港です。果たしてお魚はかかっているのでしょうか。カメラを他にも構えて、いつもと違う感じで見ていきましょう。この後ね、カメラを回収しに行ったんですけど、すごいめんどくさかったですさあ朝のこのベタなぎの中、魚はかかっているのか、ポイントに到着したらまず生け間の準備をしていきます。この魚を生かすやつですね。水中ポンプを海の中に入れて、水をこのクーラーボックスの中に溜めました。 OK です。じゃあいつものようにカメラを構えて2カメで見ていきます。それじゃあまずじゃないわそれじゃあまずばっかり言い過ぎですね。私ね、前営業職を2週間ぐらいやってたことがあるんですけど、本当にを連呼しすぎだって言ってね、怒られたことがあります。だから同じことばっかり言っちゃうんですよね。さあ1匹目ヒラメがやってきました。ヒラメは後で外します。ただもう産卵を終えてしまったヒラメなので、結構ね痩せてます。痩せてるやつは後で逃がします。とりあえず全部上げていきます。でこれは赤ゲタですね。でこれがチヌ、黒鯛が来て、その後も上げていくんですが、なかなか魚はやってきません。でまたヒラメが来て、でまたしばらく何も来ないまま、バーっと食っても安くてあまり美味しくないヒラメとかが来て終わりました。ヒラメもね2月とかだったらすごく美味しいんですけどね。それじゃあ取れた魚を外していきましょう。黒鯛を無加工無編集で外すのを見ていきます。この網はですね、目合いって言って目のサイズが大きいので抜けます。で抜けました。でゲッターも外して先に生かしておきましょう。でヒラメも触ってみて、マシなやつだけこう生かして、で悪いやつはもう全部ね
放流して越えてきてかかってくれたらいいんですよ。何でも取ってもね、どうせ安いから仕方がないんですね。ちょっと大きいやつもやっぱ痩せてるので、それも逃がします。ただちょっと超えてるのを取ったといえね、市場でもすごい安かったです。でめちゃくちゃ汚れてたんで、水中ポンプで洗って2枚目の網の方に移動しましょう。2枚目の網で取れてなかったらね、もう最悪ですね。で2枚目の網は旗なので、旗を上げて見ていきます。結論から言いますとね、こっちの網はね、高級魚がバンバン今から上がってくるので、楽しみに。チャンネルはそのままでご視聴をお楽しみください。最初の方はクラゲとかがね来て、でこれがメイタガレーですね、メダカで、これがエイサメじゃないんですよ。なんだっけな、なんとかなんとかって言うんですね。ハリークが来て、それがブシューって入ってね、カメラの方に飛んでいきました。カメラは無事でしたね。でゴミとかもこういうゴミがねいっぱい来てて、外すのが大変でした。こういうのは後から掃除とかもします。で食ってるとですね、この次いいものが来ます。はい、こちらキジハタですね。アコウです。アコウとマカレー、アマテガレー、これがね今の時期瀬戸内海で取れる一番いいと言っても過言ではないぐらいいいものですね。あとアオリイカとかマナガツオとかもいいです。でハリイカやマダイが来て、でこれもマダイですね、生きたマダイ。ただタイはねこの時期あんまり美味しくないです。でこれもいいアコウですね。大きい1キロぐらいはあるんじゃないでしょうか。でこれは死んでしまったマダイ。食ってもいいものが来るということで、こちらはウマヅラハギです。僕が大好きウマヅラハギなんですが、これもね春の産卵を終えてちょっと痩せてます。でこれ大きいねごっついイカが来たんですけど、今のはモンゴウイカって言ってハリイカとはちょっと違う。ハリイカと違って刺身で食べるとあんまり甘くはないんですけど、焼いて食べるとね歯ごたえもあってすごく美味しいです。それではしばらく食ったら、このままずっと食っておくと魚が死んでしまうので、一旦第一陣ということで網を止めて魚を外していきます。いいですね、アコウにタイに何って言ってそれじゃあまず恒例1匹目、無編集無加工無修正でアコウの外しを見ていきます。これは加工してるわ結構時間かかったんで加工しました。頭から抜こうとしたんですが、このまま頭から抜くと、身が傷むと判断して裏から抜くようにします。裏から抜くっていうのはなんだろうな、網にかかってこうグリングリン魚がかかってるんですよ。それをね後ろから外していきます。袋の中に入ってるのを見つけ出して外してみたいな感じで、傷まないぐらいの網のかぶり具合枚数になったらアコウを外していきます。いやいいですね、アコウはなんかメバルと違ってこう気持ちいいんですよね。こう取れてるのを見るとわかりますか？取れてるのを見ると気持ちいい。で第一陣ですね、第一陣を外したら後ろの池間に生かしておきます。バッチグーです。酸素もね大きいやつ入れてますから、多少魚が入っても酸欠することはないでしょう。で第二陣も入れて、こちらハリイカ外して、もうねイカ後ろに入れちゃうと真っ黒になるので閉めました。でこの閉めたら色が変わります。ほら白くなったでしょ。で頭の方もこう斜め45度ぐらいに刺すとね閉まるので、これ白くなって OK です。あんまり閉める意味、イカって閉める意味あるのかなって思うんですけど、どうなんでしょうね。ただこれ墨を一度吐くとなかなか墨が抜けない。でこうね手につくと真っ黒でね、ちょっと水で洗っても分かるようにめちゃくちゃね真っ黒です。で一度墨を吐いたやつはこうやってね水の中に入れておくと墨がずっと出続けて出なくなるので、皆さんも真似してみてください。それじゃあ第1陣が終わったので第2陣上げていきます。同じようにカレイとか、これは赤エイですね、赤エイは駆除します。で何か来た、タコが来ました。よっしゃ逃がさねえぞとね、無理っと取りに行きます。でタコをベリッと剥いで、でローラーから網を外して、でこんな感じでタコゲットっていう感じでタコを外していきます。でタコはねもう腕や張り付いたりなんやかんやしてね大変です。でタコを張り付いたまま、手提げダコで持っていって、で袋を取ります。玉ねぎ袋ですね。玉ねぎ袋の中に入れないと逃げちゃうので、玉ねぎ袋の中に腕ごと、タコを入れて、で振り回して遠心力で取ります。遠心力で取ったら袋をプリッとくくって OK ですなるべく端の方でくくってあげてね、タコの空間を大きくしてストレスを与えないようにします。
それで食っていきましょう。次はまた赤絵ですね。やっぱね、次から次といいものが来るから面白いです。大きいヒラメ、これはね置いておきました。でマダイが来て、でこれもウマヅラハギです。で次またアコ、これ今日1ぐらいの大きいアコが来ました。でこれはなんだ、カレーかテンポが速くてわからないぞ。で一番大きいマダイですね。楽しいですね見ていて。これはヒラメか。でこれ青ベラって言って、香川県高松では高級魚なんですよ。でキジハタで、もうちょっとしたらまたベラの季節が来るのでベラ立てって言ってね、ベラがたくさん取れる網をやって串に刺して焚き火で焼きたいと思います。でビールを飲む動画を撮ろうかなって。絶対面白いですよね。それじゃあ第2陣ができたので外していきます。マダイが取れて、マダイも生かしておきましょう。で第2陣の第1陣、第2陣の第1陣、第2陣の1個目の取れたやつですね。それも生かしておきます。で第2陣もややこしいな、第2陣の第2陣、それも生かしておいて、これで OK ですね。それじゃあ第3陣食っていきましょう。で第3陣も同じようにカレーとかアコウとかそういうのが来て終わりです。で網くりが終了しました。旗を上げていきます。で第3陣の魚たちも外せました。グッドですね。いやだから結構大量でしたね。これは楽しかった。それじゃあ港の方に帰ってきて船を停泊させていきましょう。友と表のロープを船にかけます。これで船は停泊完了です。それじゃあエンジンを止めて魚を生かしていきましょう。でこれがカゴと網水ですね。網水は塩ビパイプとかをねこうリング状にしてくくったやつです。じゃあ取れた魚をカゴの中に入れていきます。本当はねそのまま網水に入れていくんですけど、動画なんで一応どれだけ取れたかなっていうのを確認のため、皆様にお見せするために大きなカゴに一度入れていきます。潰さない程度にね入れていくのでご安心ください。カゴに入れて第2陣も運びましょう。それもカゴの中に入れていきます。刺し網ほぼ1枚でこれだけ取れたらもう十分です。大量といっても差し支えないでしょう。場所によってはもっと取れる人とかもいるんじゃないでしょうか。全部ね出せました。これだけもの魚が取れました。カレイにヒラメにタコにアコウ、ウマヅラハギにモンゴウイカ、マイカ、エイサメエイサメじゃないんだけどね、何だったかな、前聞いたんだけど忘れちゃった。それじゃあ取れた魚たちを見ていきましょう。とりあえずカレイをね仕分けしていきます。まずはカレイを出して、こちらアマテガレイですね。これが一番高いです、正直今の時期だったら。でアマテガレイを生かしていきます。10枚以上は取れてますね。バッチグーです。でこちらがキジハタ、アコウ、1234566匹も取れてます。いい感じです。昔はね56年前とかこんな取れることはまずなかった。でこれがヒラメ、遅れました。でこれメイタガレイですね。メダカが飛び出てるのが特徴で、これがウマヅラハギ、秋になるとまた美味しくなります。でウマヅラハギも生かしておいて、でこれがカサゴで、これが金メバル、赤メバル、そしてこれがマダイです。でこれ大きいマダイですね。この時期のマダイは唐揚げとかがおすすめです。脂身がない、大変少ないので。そしてこれがマダコ、タコはね通年通して美味しいと思います。でこれが青ベラ、あともう一個言い方あったんだけどな。でこれが赤ゲタ、赤なんとかの下ビラメ、これがエイサメじゃなくてなんだっけなこれ。でこれがマイカじゃない、ごめんなさい、ハリイカ。でこれがモンゴウイカでこれが赤エイですね。モンゴウイカはモンが名前の由来だったと思います。モンに見えるから模様が。それじゃあみんな大好き水中映像を見ていきましょう。こんな感じでね大変いろんなお魚が力強く泳いで、まるで水中の中のディズニーランドといったところではないでしょうか。ちょっといつもよりね長いんで変なテンションでいかないと言いにくいんですよね。それじゃあ船の方に網水を吊るして生かしておいて、明日の市場で売りたいと思います。で死んでしまったやつは氷水の中に入れて OK です。ここ大量でしたよ。明日は一緒にステーキかな。はい、というわけで帰ってきました。で最後のね値段公開の前に、こちらのアコウキジハタって言われる瀬戸内海のね超高級魚を料理していきましょう。
でさばく前にちょっと観察です、口はねすっげえ大きいですね。ガシラとか丸飲みする。だからね牙とかもすげえね痛く生えてます。で体全体にね確か名前の由来だったと思うんですけど、こういうね黄色いなんかいっぱいのがびっちりついてます。でこの背中のヒレにまでついててね綺麗ですね。でこいつ鱗がねめっちゃ細かくてすき引きがね向いてるんですけど、個体も小さいし取れたてってクタクタでとてもじゃないけどできないので金出しで取っていきます。じゃあ移動して金出しでも取りにくい。ちょっとねマジツルツルしてね鱗取りきれないんで、まあ簡単にやっていきます。ある程度取れたらもう諦めます。じゃああんまりツルツルなんでちょっと軍手をはめて、で頭を落としていきます。これ多分硬いからね、この硬いところと硬いところのあるここにある軟骨ですね、ここを狙って切ります。これ簡単ですね。で頭を落としましょう。よいしょ。はい、頭が取れました。高級魚はこうの頭なんでね割っておきます。で開いて、でここよしで OK でカマも取って、でカマも OK でマジでぬめりがすごいんでちょっとねこれして、で下にキッチンペーパーも引いてさばいていきます。でちょっと鱗ついてるんで逆さ包丁をピャーっと入れて、で包丁を入れていきます。で中までいったら返して、でこっちも逆さ包丁をピューッと入れて、で包丁を入れていきます。これもね生きとるから身がプリップリで、難しいですね。はい下いった。あれこの間松岡さんのとこで2年間さばいた披露したばっかりやのにもう下手なっとるやん。はいこんな感じで中までいったら包丁を通してあばら骨を断ち切る。よいしょ。でこっち OK。まだちょっとね時期が早くちょっと水っぽい感じですね。で今回は2枚でこっち刺身こっち煮付けでいきます。だからねもうザクッといこうと思ったけどちょっと待ってください。先にこっちのこの腹骨を取って、よいしょ。でここまでできたらボットン。気がつきましたか？こちらいつもと違います。和食の技術チャンネルさんがこれを作ってくれて、片健さんが包丁を研いでくれました。ありがとうございます。じゃあ早速皮を引いていきます。おおめっちゃ切れる。スコスコ入っていきますね。おおすぐ皮いきそう。あららららまな板にビチーってね傷が入りました。これに使いこなすにはちょっと切れすぎるな。慎重にいって、はい OK。 で次血合い骨を取って、よいしょ。めっちゃ切れる。でも今日は、男らしく切っていきます。刺身は刺身包丁がいいな、長さが。そしたら豪快に盛り付けて、でシンプルにみょうがをのせて完成。はいあこうの刺身で、今日は量が主体なんで、こんな感じです。いつもはもう本当にこんな感じ、盛り付けるだけで、残りの半身のあこうはまだ鱗いっぱいついてるんでお湯かけて、鱗取っていきます。水をちょっと出しながらピャーっと釜もよし。で鱗が浮き上がるので洗いながら取っていきます。ここで金出ししたら楽だね。今気がついたんですけど、アコウの釜ってあんま鱗ないんですね。よし OK。 じゃあこれを鍋に入れて、いつものように調味料を加えます。それに今日はちょっと生姜も加えて、よしで炊いていきます。頭忘れとった。はい、じゃあしばらくして美味しそうにできました。身が新鮮だとねホロホロにねばらけちゃうんですこれガチだからね、別にあれじゃないよ、言い訳じゃなくてガチです。豆知識です。でこちら嫁湯の実家からいただいた木の芽ですね、山椒の芽か。これを添えて、はいこちらあこうの煮付けの完成。それじゃ小通り音。はいこちらあこう2種、あこうの煮付けとお刺身です。それじゃあ竹を始めようか。はい、それではいただきます。で今日はねこの後そのまま暴飲暴食の久しぶりの暴飲暴食なんですよ。いつ公開どっちが先か分からないんですけど、なんでゴールデンタイムはなしです。めちゃくちゃ喉乾いてる。じゃあまずあこうのお刺身ですね。いきますよ。い
やっぱ思った通りに水分量はちょっと多いんですけど、取れたて生き生きでこれだけの旨味をね保有してる、もうね大国です。アメリカですよ。次のこのアコウなんですけども、身がねホクホクです。じゃあこちらお汁つけて山椒の匂いも移してね。うわー、うまい。もう正直ね、メバルの煮付けより美味しいよ。メバルの煮付けの上位互換ですね、アコウは。どうだろう、まあ好みによるか。メバルの煮付けより柔らかいんですよ。で味も結構ねしっかりとあって、こうちょっといいお肉になった感じかな、イメージでは。とまあそんな感じでごちそうさまでした。で今回ね、あれだけの大量の高級魚、カレイとかキジハタとか取れて一体いくらになったのか、仕切り書はなくしてしまったんですが、口頭でお伝えします。なんとですね、1万7000円ぐらいです。安い。多分ね、例年の半分以下になってると思うんですよ。コロナの影響だと思うんですけど、本当に安くて、相場良かったのはカレーぐらいでしたね。甘手カレーぐらい。正直びっくりしました。最低でも25あるかなみたいな。どれがいくらかっていうのは魚屋さんとかの都合もあるので言えないんですけど、ちょっとねびっくりしましたね。そんな感じです。はい、というわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。大量だったけど安かったという、楽しかったんですけどちょっと残念な量でしたね。そんな感じです。和食の技術チャンネル様、片健様、包丁ありがとうございました。それじゃあ皆さんまたお会いしましょう。 See you next time. Bye. さあ暴飲暴食だ、楽しみに。